皆さん、こんばんは。山本優斗です。こんばんは、高橋遥です。今日もこのチャンネルに来てくれて本当にありがとうございます。はい。今日も皆さんとつながることができて、とても嬉しいです。この番組は日本語を勉強している皆さんが一日の終わりにリラックスしながら聞けるラジオです。ゆっくりのんびり、私たちの話を聞いてみてくださいね。さて、今日のテーマですが、少し心の中の深いところについてお話ししてみようと思います。心の深いところですか？なんだか少しドキドキしますね。そうですね。今日のテーマは、寂しい時、どうして私たちは優しさを求めるのが難しいのかというお話です。ああ、それはすごく大切なテーマですね。誰かに助けてほしいとか、寂しいから一緒にいてほしいというのは、とても勇気がいりますよね。はい。私もいつもその気持ちを心の中に隠してしまいます。今日はどうしてそうなってしまうのか、そしてどうしたら心が軽くなるのか、一緒にゆっくり考えていきましょう。もしこの番組が皆さんの心の小さなぬくもりになったらとても嬉しいです。それでは最初のパートへゆっくり進みましょう。ハルトさんは寂しいなと思うことありますか？もちろんありますよ。例えば仕事が遅く終わって夜の道を一人で歩いているとき、なんだか街の明かりがいつもより冷たく見えることがあります。ああ、それすごくわかります。周りの人がみんな幸せそうに見えて、自分だけが取り残されているような、そんな気持ちになりますよね。そうですね。そんな時、誰かに今何してるとメッセージを送りたくなります。でも、携帯電話をしばらく見つめた後、結局画面を閉じてしまいます。はい、私もよくそれをやります。今忙しいかなとか、こんな時間に連絡したら悪いなとか、ちょっと考えてしまいますよね。ええ、遠慮という言葉がありますね。遠慮ですね。相手のことを気遣って自分の行動を控えることですね。はい。日本語の勉強でもよく出てくる言葉です。相手を大切にするとても美しい文化ですが、時々自分を苦しくさせてしまいます。確かに、そうですね。相手を気にするあまり、自分の寂しいという気持ちをなかったことにしてしまう。そうなんです。本当はただ一言、今日もお疲れ様と言ってほしいだけなのに。うん、その一言があるだけで、心の中がポカポカと暖かくなるのに、不思議ですね。ここまでは日常の中で感じる寂しさと遠慮についてお話ししました。はい。私たちはいつも少し我慢しすぎているのかもしれませんね。そうですね。次はもう少し別の視点からその理由を深く考えてみたいですね。別の視点ですか？心理的な理由でしょうか？ええ。私たちは弱い自分を人に見せるのが怖いのかもしれません。弱い自分。確かに、そうですね。社会の中でちゃんとした大人でいようと
みんな頑張っていますから。はい。日本では我慢をすることが美徳とされることがよくあります。我慢ですか。辛いことがあっても顔に出さないで耐えることですね。そうですね。子供の頃からお姉ちゃんなんだから我慢しなさいとか、泣いてはダメだよと言われて育った人も多いのではないでしょうか。はあ、それは本当に心に刺さります。私もしっかりしなきゃと思って生きてきました。だから寂しいとか愛してほしいということは自分が弱いことであり、なんだか恥ずかしいことだと感じてしまうんです。そうですね。甘えるという言葉もありますよね。おお、甘えるですか。とても日本語らしい興味深い言葉ですね。はい。誰かに頼ったり、優しくしてもらおうとしたりすることですね。でも、甘えるのは子供っぽいことだと心のどこかで思ってしまっている気がします。なるほど。でも、大人の心の中にも小さな子供がずっと住んでいるんですよ。心の中の小さな子供。ええ。その子は何歳になっても優しく抱きしめてほしいと泣いているんです。なんだか、それを聞くだけで涙が出そうになります。私たちは、その子の声を無視してしまっているんですね。そうかもしれません。そしてもう一つの理由は、断られることへの恐怖です。断られる恐怖ですか。もし勇気を出して寂しいなと言った時に、忙しいから後にしてと言われたらどう感じますか？すごく傷つきます。自分のすべてを否定されたような、そんな気持ちになってしまうと思います。そうですよね。だからその痛みを避けるために最初から私は一人でも平気ですという仮面をかぶってしまうんです。仮面ですか。確かに、平気なふりをする方が傷つかなくて安全ですよね。安全ですね。でもその仮面はとても重くて、だんだん息が苦しくなってしまいます。本当に、そうですね。ここからは、もう少し、どうやってその仮面を外していくか考えてみたいですね。では、どうすれば私たちは自分に優しくなれるでしょうか？どうすればいいんでしょうね。急に人に甘えるのはやっぱり難しいです。そうですね。まずは他の人に言う前に、自分で自分の気持ちをよしよしと認めてあげてください。自分で自分をよしよしするですか？ええ。寂しいのは悪いことじゃないよ。頑張っているから寂しいんだよね。と自分の心に語りかけてあげるんです。それなら、今すぐにでも静かにできますね。そうです。誰かの許可はいりませんからね。それから体と心を物理的に温めることもとても大切です。温めることですか？例えば、温かいお風呂に入るとか？はい。それも素晴らしいですね。あとはお気に入りのハーブティーやほうじ茶、ゆず茶などを
くり飲むのも良いですね。ゆず茶、いいですね。甘くて、心がほっこりします。そうですね。温かい飲み物が喉を通るとき、心の中の緊張が少しずつ溶けていくのがわかります。確かに、体が温まると、寂しいという冷たい気持ちが少し和らぐ気がします。そして、もしできそうなら、信頼できる人に小さなサインを送ってみるのも良いです。小さなサインですか？ええ。大きな愛してではなく、小さなこれ美味しかったよという日常の写真とか、この音楽ヒロトさんが好きそうだと思ってという短いメッセージとか。はあ、それなら相手に負担をかけずにあなたを思っていますという気持ちが伝わりますね。そうですね。そうすると、相手からも、ありがとう、今度話そうね、という優しい言葉が返ってくるかもしれません。その小さなやりとりが心の栄養になるんですね。ええ。大きな愛を一気に求めず、小さなぬくもりを少しずつ集めていけばいいんです。なんだか少し肩の力が抜けました。完璧でなくてもいいんですね。はい。完璧な人なんてどこにもいませんから。少しかけているからこそ、人はお互いに支え合えるんです。さて、今日もそろそろ終わりの時間が近づいてきました。早いですね。もっとお話ししていたいです。今日は寂しいと言えない理由と自分を温める方法についてお話ししました。今日の会話の中にいくつか難しい日本語もありましたね。遠慮や我慢、そして甘える。どれも日本の文化と深く結びついている言葉です。でも世界中どこにいても寂しいと感じる気持ちは同じですね。はい。日本語を勉強している皆さんも時々心が疲れてしまうことがあると思います。そんな時はぜひこの番組を何度も聞き返してリラックスしてくださいね。もしよければ皆さんが寂しい時に自分を温める方法をコメントで教えてもらえると嬉しいです。楽しみに待っていますね。今夜は少しだけ携帯電話を置いてゆっくり目を閉じてみるのもいいかもしれませんね。暖かいお布団で優しい夢を見てくださいね。それではおやすみなさい。おやすみなさい。